ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説。ウクライナ軍が東部戦線において、ロシア軍兵士たちの墓場を作ろうとしています。去年から今年にかけてロシア軍が必死で攻略したバフムト。今度はこのバフムトを利用して、ウクライナ軍が反包囲作戦を仕掛けて、ここに新たなロシア軍兵士たちの死に場所を作ろうとしているのです。今回の動画ではウクライナ情勢、特に軍事面についての話をしていこうと思います。現在リトアニアでは NATO 首脳会議が行われており、かなり国際情勢の政治面においての動きも大きいのですが、それはまた別の動画で話をしようと思います。それでは戦争研究所の地図を使いながら現状を見ていきましょう。まずは一番大きな戦況マップ、戦争研究所の地図を使っていきます。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。ウクライナ軍が反転攻勢に出てから1ヶ月ほどが経っていますが、この全体地図から見ればまだまだ取り戻した領土は大きくないのが現実です。ただし様々な面で動きが起こっているので、確実にそれらの変化を抑えておきましょう。毎日戦闘が続いているウクライナですが、ウクライナに対する支援をどうするか話し合っているNATO 首脳会議がリトアニアで開催されています。今後ウクライナを NATO に加盟させることに関してどのような条件が揃えばよいか、またウクライナに対する軍事支援どのような話を取りまとめればよいかなど、様々な面での話が行われ、国際政治の場としてかなり注目されています。一つ確かなのは、欧米からのウクライナへの支援のこの方向性そのものは変わってはいません。先日アメリカがウクライナに対してクラスター弾の供与を発表しました。NATO 加盟国の中にはクラスター弾の使用や製造を禁止している条約に加盟しているところも多いため、アメリカの決定に賛同できない国も多くいます。しかし、ロシア軍の侵略その当初からロシア軍側からもクラスター弾は一般市民に対して多用されていますから、アメリカ軍によるクラスター弾の供与にも最終的には黙認する方向でまとまっています。ましてやウクライナ支援の方向性そのものが変わるわけではありません。そうした大きな方針が変更されていない以上、それぞれの国の企業などもウクライナ支援に動いています。例えばドイツのラインメタル社はウクライナ西部に装甲車の製造と整備拠点を構築することを発表しました。しかも12週以内を目指しているということで、かなり大急ぎで取り組んでいるようです。この件に関しては以前、ラインメタルの経営者が最新型の戦車をウクライナでいっそのこと作ってはどうかといった話をしていましたが、今回の発表では戦車製造については触れられていません。まず工場で作るのは装甲車で、生産が軌道に乗ったら戦車の製造ラインも作るのかもしれませんが、実際どうなるかわかりません。何しろ、最新の戦車を作ろうとなれば、技術についても大量にドイツ側から流れることとなり、ドイツ政府が承認しなければ最新戦車をウクライナに作ることに許可が下りるわけではないからです。一方で、ロシアとの関係も非常に親密だと言われていたトルコ。そのトルコのドローンメーカーであるバイカル社は、ウクライナに製造拠点を築こうとしています。これはトルコとウクライナとの間における国家間の正式な調印をもとにした動きで、今年から来年にかけて工場を建設し、2025年の稼働を目指しているそうです。なお、この2つのメーカーの動きに関してロシア側は軍事拠点として認定し、これらについて攻撃することをすでに表明していますが、ドイツのラインメタル社の工場に対しては攻撃するかもしれませんが、トルコバイカル社の工場についてはもしかしたらロシアも攻撃しないかもしれません。トルコがロシアにとって不都合な動きを最近多くしているのですが、それでもなおロシアとしてはトルコに離れてもらいたくないという現実があるからです。このあたりの話についてはまた別の動画でお話ししましょう。そして大きなニュースにはならなかったのですが、クリミア大橋においてロシア軍の防空戦闘が発生していました。この周辺においてウクライナ軍のドローンもしくはストームシャドウが襲来したのではないかといった話がありますが、クリミア大橋そのものに対して攻撃が実施されたといったニュースなどは流れていないため、撃墜されたのか、それともまだまだ様子見でドローンなどが襲来しているだけなのかは不明です。ただし今後クリミア大橋に対する本格的な攻撃が仕掛けられる可能性は徐々に高まっていくこととなります。そして今回少し詳しく解説しようと思っているのが東部戦線バフムト攻防です。ウクライナ軍はロシア軍を罠にかけることに成功したといったようなことを話しています。
東部戦線バフムト市街地については、ロシア軍がまだ陣取っている状態で、つい最近、ウクライナ軍が外縁部の集落において戦闘を行っていることを動画で公開していました。しかし、ウクライナ軍の反撃は、バフムト市街への突入ではなく、町の南北において領土の奪還を進めています。特に注目されているのがバフムト市街の南にある高台地域で、この地域を抑えたとウクライナ軍は発表しました。この高台を抑えることによって何が良いかといえば、それはバフムトに対する補給や部隊の移動などに関してドローンなどを使わなくてもかなりのところを把握でき、しかも非常に攻撃しやすくなったことを発表しています。ロシア軍もこの高台を取り戻そうとしてまだまだ抵抗はしてくるでしょうが、これを退け続けることができればバフムトにこもっているロシア軍の補給を断つことも視野に入ってきます。そうなれば戦闘能力は徐々に落ちることになりますから、ウクライナ軍にとってはバフムト地域を守るロシア軍を容易に刈り取ることができるようになってきます。しかし、ロシア軍にとって問題なのはそのような補給路が断たれるかもしれない、撤退路が塞がれるかもしれないといった危機的な状況に陥りつつも、バフムトからは部隊を引けない可能性が高いのです。ここがバフムトの特殊性で、バフムトは軍事的な価値ではなく政治的な価値が高いがためにロシア軍は攻め続けたし、また政治的な価値が高いがために撤退することも叶わない可能性が高いのです。ロシア軍の2022年冬から春にかけての攻勢においては、目立った戦果をロシア軍は上げることはできませんでした。プーチン大統領はドンバス地方における攻略を言明したものの、実際にはほとんど進めなかったのです。その中で唯一大きめの町で落とせそうだったのがバフムトで、攻略を言明される中において、ワグネルが囚人兵を主体とした人海戦術でなんとかこの町を攻略することに成功したのです。それは軍事的な価値ではなく、政治的にロシア軍が何の成果も得られずに攻勢が終わるのではなく、なんとか町一つでも落としたんだぞという結果を残す、ここに一つ意味があったわけです。ところが逆に言えば、バフムトをウクライナ軍が取り戻すようなことをすれば、ロシア軍の冬攻勢は全て台無しになってしまうことを意味し、ロシア側としてはバフムトから簡単に撤退するわけにはいきません。このような状況を考えると、ウクライナ軍としては速やかにバフムトを取り戻すよりは、むしろ撤退できないロシア軍をここに釘付けにしたままじわじわと締め殺す方が基本的にはより多くの打撃をロシア軍に継続的に与え続けられるといったことを狙えるような状況になっているわけです。これがまさに政治的な理由で撤退できないロシア軍を軍事的に活用しようというウクライナ軍の非常に巧妙な作戦だと言えます。ただ、ここ最近ロシア軍としては守り一辺倒になっている中においても、主導権を取り戻そうとして攻撃に打って出ているところもあります。例えば、バフムトの南アウディーイウカ。戦争研究所は、より激しい戦いに大きな丸をつけますが、バフムトよりもアウディーイウカの方がより大きな丸がつけられています。それだけロシア軍の攻勢が大きかったわけですが、この攻撃は撃退されました。アウディーウカ、マリンカ、そしてブフレダル、この3カ所においては、ロシア軍は継続的に攻撃をし続けていますが、その度に何度となく撃退され、戦車や装甲車を失い続けています。当然のようにベテランの兵士たちもそれに伴って戦死していることでしょう。ロシア軍としてはこうした攻勢を仕掛けることによって、ウクライナ軍を少しでも引きつけたいようですが、守りを固めているこれらの町に対しては結局のところ、防御側が有利ですということをそれ自体が変わらないために、ロシア軍の攻勢は中途半端なもので失敗をし続けているという面があります。今回の戦況解説は東部戦線を中心に行ってきましたが、南部戦線はそれに比べると残念ながら大きな動きはありませんでした。ウクライナ軍の前進しようとする攻撃に対してロシア軍もまだまだ頑強に抵抗を続けており、目立った前進というものがなかったのです。ただこれは日々の戦況を追っていくことを考えると、毎日前進するのもまた難しいのも現実です。では、反攻作戦現在のところ評価はどのようなものが妥当なのでしょうか。ウクライナ軍のメディアセンターは南部戦線で169平方キロメートルの領土を奪還したと発表しています。一方、戦争研究所は反攻作戦を開始してから約253平方キロメートルの領土を奪還したと計算しています。どの時点からの計算なのか、またどこまでを領土を奪還したと評価するか、そういったことに関してはどうやらウクライナ軍と戦争研究所の間には差があるようです。戦争研究所は
ウクライナ軍はロシア軍が6ヶ月以上かけて占領したのとほぼ同じ面積の領土を5週間で解放したと評価しています。しかし、この点に一つ突っ込みを入れておかなければならないのは、2022年秋の反撃戦では、1万平方キロメートル以上を奪還し、ロシア軍を大敗させました。それに比べると残念ながら、現在の反攻作戦は取り戻している領土の桁数としてはどうしても見劣りがしてしまいます。2022年秋の反撃作戦がうまくいったのは戦史に残るような大成功だったのであり、むしろ今のようにじわりじわりと領土を取り戻していく方が戦争の現実的な攻防戦だと言えるかもしれません。さて、リトアニアで NATO 首脳会議が行われることによってウクライナへの支援についても各国から話が出ています。その中で注目すべきものを2つだけ取り上げておきましょう。まず第一にフランスのマクロン大統領が長射程の巡航ミサイルスカルプをウクライナに供与することを発表しました。具体的にこの兵器という話はしなかったようなのですが、イギリスの供与した巡航ミサイルストームシャドウのフランス版のミサイルであり、長射程の巡航ミサイルといえばまず間違いなくこれだろうという話になっています。また、これを裏付けるように、スカルプ巡航ミサイルの残骸というものがウクライナの戦場で見つかっています。正式発表前にすでにフランスはウクライナにスカルプ巡航ミサイルを供与した可能性があるわけです。イギリスの供与した巡航ミサイルストームシャドウは大量に量産されて、撃ってもなくならないといったものではありません。数には限りがあります。それだけにフランスから同じような射程距離を持った同じような性能の巡航ミサイルが供与されるというのは今後の作戦の上でも非常に心強いものだと言えます。あとはドイツも似たような長射程の巡航ミサイルを持っていますから、後に続いてほしいものです。そのドイツなのですが、長射程の巡航ミサイルについての供与は発表していませんが、地道に軍事支援を継続しています。マルダー歩兵戦闘車40両をはじめとして、パトリオットミサイルの発射機を2機、また、最製品であるレオパルト1の引き渡しも開始すると発表。第一陣としては25両を引き渡すとしています。ウクライナ軍が反攻作戦を進める上で、地雷原で数多くの戦車や装甲車を失います。それだけにそれら損失以上の供与をすることで、領土奪還を進めていくしかありません。このあたりは、物量の勝負だと言えます。というわけで今回の動画は東部戦線においてロシア軍にとっては政治的な価値が高いバフムト、しかし一方においてウクライナ側から見た場合においては軍事的価値が高いのは南部における前進であり、東部におけるバフムトの奪回はそれほど急がなくてよい。この両者の価値観の違いというものを利用しつつ、ウクライナ軍がバフムトをロシア兵ホイホイという形にして多くの戦力を引きつけ、そして葬る場所へと作り上げようとしています。幸いにもロシア側はこの動きに見事に引っかかっているんではないかという話もあります。というのも、南部戦線においてはある程度ロシア軍は守りきれるだろうという見込みを持って、部隊を東部戦線へと移動させつつあるという話があるのです。当然バフムトにおいてウクライナ軍がどんどんと前進してくるので、これを何とかして押し返そうと部隊を集めているわけですが、ロシア軍が押し返すという行動を取るということは、その時はまた再びウクライナ軍が守りを固めて防御側が有利であるというこの条件が発動することとなります。ロシア軍による冬攻勢を耐え切ったウクライナ軍ですから、守りを固めればロシア軍の攻勢をかなり足止めできることはすでに証明済みです。じわりじわりと領土を奪還しつつ、奪い返した領土に陣地をしっかりと築けば、奪い返そうとするロシア軍に多大な打撃を与えつつ、自分たちにとって有利な戦場を作り出すことが今のウクライナ軍にはできるわけです。もちろんそれを支えるためには、ウクライナ軍兵士の士気が高いことだけではなく、世界各国からの軍事支援がなければ、武器、弾薬、食料類などの兵隊が維持できるわけではありません。NATO としては、なんとか兵隊を維持し続けるために軍需産業に対しての手こ入れを図るようにと、政治的にも動きつつあり、ウクライナ軍のじわりじわりとした領土奪還であろうとも、それが継続的に行うことさえできれば、結局のところ、ロシア軍がじわりと負けが込むということとなります。このような状況そのものを作り出すことができれば、必ずやどこかで戦線の崩壊の兆しといったものが生まれるはずです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。